皆さん、こんにちは。今日もですね、ゲストに辻野正樹さんをお迎えして、前回の続編という形で始めていこうかと思います。辻野正樹さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、前回に引き続き、辻野さんが体験された、不思議なこととか、こんな風に人生変わったよとか、あとはハイヤーセルフにつながって、こんないいこと起きたよみたいな体験談があったら、ぜひお話ししていただこうかなと思って、今回お呼びしたんですけれども、特徴的にすごく良かったこととかってありますか？あります。はい。僕が最初、ね、さつきさんにセッションをいただいたときに、言葉を下ろしていただいたのがあるんですけども、まあ、それは何かって言いますと、主演張るよとか、で、あなたは制作するよとかね、いろいろこう、下ろしていただいたんですけども、その中で僕自身がこのハイヤーセルフと繋がっていって、まあ、で、何が起きたかって言いますと、僕ちょっとね、大阪のね、市内の方で、ちょっと交流会に参加しているんですけども、たまたま、ハイヤーと繋がってどれぐらい経った時だかな何ヶ月か経った時だけども、ね、その交流会の主催の方が、あ、まさきくん久しぶりやねってなって、で、ちょっと見立ってほしい方がいるのよっていう話があったんですよ。ほう、あ、わかりました。まあ僕でお力になれるんでしたらって言って、で、その時に、僕、まあ、どうせ金にならんだろうな。まあ、いいや、電率発生してもいいや、と思って、まあ、いつもお世話になっている方やから、まあ、その方の言うのやし、まあ、一回、まあ、わかりました、見ましょうか、っていうので、で、まあ、ある男性の方を見させてもらったんですね。まあ、その時は別に、ハイヤーに何かを聞いたってわけじゃないんですけども、なんだろう、そのね、見させてもらってて、あなたはこうでこうで、こういうことになりますよっていう会話終わった後に、僕、びっくりしたことが起きたんですけども、それは何かって言いますと、まさきくんは見てくれてありがとう。おかげで助かったわ。実は僕さ、映画の制作会社の社長やっててさ、っていう話になって、はぁみたいな感じで。僕制作会社やってるから、で、まさきくん俳優さんなんやな。あ、はい、そうです。一緒にやっていこうよ。ってなって、みたいな。あの時に、だからその、さつきさんがセッションで言ってたこととか、ハイヤーが、いいことが起きるよって言ったことが、まあ、お金っていう意味じゃなく、なんとね、自分が俳優として花咲くための第一歩のことのセッションにあったっていう気づきが得れたんですよね。っていう感じで。で、今でもずっとね、交流させてもらってるんですけども、本当に制作会社の人とこうやり取りさせてもらってて、まさきくん役柄もあるし、セリフもあるで、はぁ。で、あと、映画監督も紹介してあげるから、みたいな。で、なんとね、監督さんも紹介してもらったんですけども、ここからがびっくりです。俳優だけじゃなく、プロデューサーという位置にも上がるという、ハイヤーとさつきさんが言ったことがドンピシャっていうことが起きました。それが僕の中で起きた変化です。はい。あ、やっぱりハイヤーセルフすごいなとか思いながら見させていただいねてたんですけれども、ね、信じてないわねけじゃないんですけれども、実際に見るとやっぱり嬉しいのもあるし、びっくりもしますよね。そう、本当にびっくりだし、まあ、もう一つの気づきとしては、僕やっぱり23年間俳優生活っていうのをしてるんですけども、その制作会社の方々は、まあ、まさきくん、まあ、俳優もそうだけど、いろんな意味で裏方も、みたいな感じで話になってるんですけども、まあ、僕からとったら、なんていうのかな。ね、そっち側の制作の方もさせてもらったり、それ知ることによって、出演もできるから、あ、これ気づきとしては自分出てるんだし、俳優としてやってるんだし、いいじゃない、すごいやんっていう。本来だったら俳優が一番でって持ってくると思うんですけども、いや、そうじゃないよっていうのを、いろんな意味であなたは成功するからやりなさいっていうのを教えていただいてるって、そういう気づきかなと思いましたね。ちょっとうまくうん。説明はできませんけど。ね、でも素晴らしいと思うんですけれども、辻野さんがご自身のハイヤーセルフさんとつながってお聞きしてて、あ、これはびっくりだな、みたいな体験とかも多分あるはい。かと思うんですけれども、それもお話ししはい。ていただいてもいいですかね。はい。まず、
これはハイヤーセルフから教えられたかどうかっていうことにはなるんですけども、まあハイヤーセルフもそうなんですけども、ハイヤーセルフと会話ができてない方にとっても結構いいお知らせで、まあ両方のパターンとして覚えてていただきたいんですけども、僕が本当にびっくりしたことに関しては、あれいつだったかな結構何ヶ月か前なんですけど、僕自身がちょっとあることで追い込まれた時があったんですね。この考え方って一体どう持っていったらいいのかなみたいな。ちょっと悩む時期があったんですけども、どう捉えてどう考えたらいいんだろうって、その時に僕、ハイヤーセルフにお願いだからどう捉えたらいいかわからんし、どう考えたらいいかわからへんから教えてって強くハイヤーに聞いたんですよ。で、そのうん。時に僕たまたま、このスマートフォンで TikTok 見てたんですね。で、見ながら、ね、なんでかわかんないですけど、見ながら、こう聞いたんですよ。ハイヤーセルフに。で、その後に僕、ちょっと聞いた後に、シュッてスライドさせてもらった時に、一番びっくりしたことが、そこで空海さんの教えっていうのが出てきたんですよね。空海さんの教えと思って、何これと思って見てたら、10項目ぐらいあったんですけども、その中に僕がハイヤーに聞いた答えが即そこで返ってきたんですよ。うん。こういう捉え方、考え方をしなさい。で、思ったことが、何これと思って、しかもそれが一瞬で返ってきたので、結局僕が何が言いたいかっていうと、ハイヤーセルフから答えっていうのも返ってくるんですけども、ハイヤーセルフから答えが返ってこなかったとしても、ハイヤーセルフの答えとして、違うところから答えが返ってくるから、皆さんそれも試してみてねっていうことが、ちょっと気づきで言いたいことなんで、ちょっと話させてもらいました。うんうん、なるほど。ハイヤーセルフからも言われてるんですけれど、質問を届けたら、絶対に確実に100%返してくれるっていう信念を持って質問することが大切なんだよっていうことを、ハイヤーさんから教えてもらってるんですけれど、そこも正木さんとしては一致する点ですかね。100%一致しますね。はい。ありえない現象っていうのはもう本当にかなり起きてますね。正木さんはい。的には、ハイヤーセルフさんとつながってから、どんな風はい。に変わりました？まず言えることはそうですね。まあ、これちょっと三次元的な話にはなるんですけども、うまく表現できないので、あえてこういう言い方させていただきます。180度変わりましたっていう感じです。これはちょっと反感くらいかもしれないですけど、昔はそこをめちゃくちゃ考えてたんですよね。どうすればいいのかなっていう。で、僕が良かった点は、昔は考えてたんですけども、ハイヤーセルフと繋がったことによって、あんまりそこを考えなくなったのが僕からとってはすごくいい点っていうのは言えるんです。考えすぎて、そのハイヤーセルフさんに繋がる前に、ちょっとある病気をね、パチンとやっちゃったんですけども、それがあったことによって、で、ハイヤーセルフさんと繋がったことによって、余計なことを考えないっていう風に切り替わったんですよ。なので、そういった意味ではね、僕自身はこのハイヤーセルフさんと繋がったことによって、考えない風に持っていかなきゃいけないためのものだったのかなっていう風に捉えていますね。僕の場合はです、これは。はい。人それぞれ多分違うと思うんで、はい。正木さんのそういう貴重なご意見聞けてよかったです。もともと私あんまり考えない性格なので、何も考えてないから考える必要があったんでしょうね、私の場合は。ノーコメントです。何が変わったかって言ったら、友達ができたみたいな、親友ができたっていう感じに私の場合は結構受け取ってて。さつきさん、友達いなかったんですか？いや、いるんですけれど、なんだろう。自分自身でもあるし、自分のこと一番分かってくれてるし、で、自分の状況も一番分かってて、何でも知ってる存在。もう何でも聞いてますね。もうたまに、ハイヤーセルフに自分で考えろとかって言われますけど、自分が何をしたいのかとか、どういう人生にしたらいいのかとか、結構分岐点があると思うんですよ。人間、生きてると、ああ、もうこの苦しい状況からどうやって逃れようみたいな、確かな答えが欲しいじゃないですか、そういう時って。苦しい時に苦しさから逃れたいわけだから。で、その苦しさから逃れるためにはどうしたらいいですかみたいな、結構適切な、これをこうして、こうしたらこうなるよとかいう答えをいただけるので、ちょっと依存しちゃってるかもしれないですね。でもおかげさまでそういう苦しい時も乗り越えられたりとか、
っていうことはあります。うん。私のハイヤーセルフさんはね、あんまりネガティブなことを全く言わないんですよね。これをしたら失敗するよとか、これをしたらダメだよっていう言葉をあんまり使わない方で、どちらかというと、こうすると良くなる。すごいポジティブな人で、全部もう You can do it みたいな感じのハイヤーさんで。ところで、まさきさんのハイヤーさんはどんな感じですか？やっぱりポジティブなことばっかりおっしゃったりする感じですか？はい、僕のハイヤーセルフは、もうね、さつきさんもご存知の通り、バリバリ関西弁で話しかけてくれる方なんですけど、やっぱり関西人って言ったら、もうほとんどポジティブな方が、ね、もうお笑いがすごくてポジティブな方が多いっていうイメージ皆さんあると思うんですけど、本当にその通りで、まあ、確かに、ポジティブじゃないことも多少は得るんですけども、9割もうポジティブなことばっかり言い張るね、先ほどさつきさんがおっしゃった通り、もうこうすればこういうふうにいいふうになるし、こうやればめちゃくちゃ好転するから、こうやったら解決できるよっていうのを、ものすごくたくさん下ろしてくれる方ですね。なので、はい、全く同じです。ハイヤーセルフさんってちょっと特徴はい。があると思うんですけれど、私、どの方のハイヤーセルフさん見させていただいても、超ポジティブなんですよね。もうこうなったらこの未来が手に入るよ、こうなったらこうだよ、みたいなので、あんまりネガティブなことを聞いても答えが返ってこなかったりとかいう感じなんで、多分私が思うにはなんですけど、波動的に超未来のご自身なわけじゃないですか、ハイヤーセルフって。波動が高いんですよね。波動が高いところにいらっしゃるから、やっぱりその波動の高い世界の言葉しか言わないのかもしれないっていうふうに私は考えてるんですけど、まさきさん、それについてはどう思います？はい。全くの同感ですね。やっぱりね、ハイヤーセルフっていうだけあって、ハイヤーって言ったらね、やっぱり高いとこ、高次元っていうことになるので、そらね、高次元の存在のものが波動低いこと言うわけないよなって思います。それは当然。はい。で、最近気づいたんですけどね、私は。まさきさんは毎日どれぐらいハイヤーセルフさんとお話ししたりとかします？ ああ、その質問来ましたね。嘘をついても仕方がないのであれですけど、僕が一日の間でハイヤーセルフさんとどれぐらい話をするかって言いますと、バラバラなんですけど、する時もあれば、しない時もあって、まあ、その差がすごく激しいんですけども、する時は一日の間で10時間とか会話する時あるんですけど、しない時っていうのはゼロの時があります。なのあ、で、ものすごく激しいですね。でももう皆さんそうなんじゃないかなとは思うんですけうん。れど、まあ、忙しいうん。時ね、シャバ業というか、ね、うん。3次元で生きてるとね、仕事が忙しかったりとか、ね、俳優さんもされてるから、喋ってる暇がなかったりとかしますうん。よね、きっとね。はい。やっぱりハイヤーセルフと話すときって、誰か人がいるときってあんまり喋んないような気がします。自分のハイヤーセルフと話すとき。ああ、どうだろうな。そんなことないですか？たまにあるけれど、誰かと話してて、自分のハイヤーセルフにつながって何か聞くっていうよりは、なんか仕事してて、ふっと、あ、これどうしようみたいな時に結構話をしたりとかうん。することが多いかもしれないです。ってことは、まさきさんはどっちかっていうと、人と一緒にいることが多いんでしょうね、私よりも。いや、まあ、人と一緒にいることが多いの、そうだと思うんですけど、ね、見てくれてる方がね、ご存知の方もいるかわからないですけど、まあ僕自身がそのね、チャネリング講座というものもやってますんで、僕基本は1対1でお話しするんですけども、その時に相手の方と喋りながら、相手の方のハイヤーと僕のハイヤーとどうする場合があるので、なので、まあ特に人と喋ってる時はっていうのがあんまりないのでっていう感じにはなります。あ、なるほど。あ、確かに、ほとんど一人で黙々作業をするっていう状況なので、だから多分私の場合は年がら年中、ハイヤーセルフと話してるのかもしれないです。うん。めっちゃ暇な人みたいですね。いやいや。最近はもうほとんどずっとパソコン仕事か、キッチンで料理作ってるか
一人で黙々と。やっぱりそのキッチンで料理作ってる時も、ハイヤーセルフさんとのコンタクトってもうしょっちゅうなんですか？ずっと話してますね。一人で作業して寂しいじゃないですか。だから話し相手いないから、ちょっとハイヤーセルフ今日こんなことあってね、知ってるよみたいな。料理トン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 とかって切りながら、この売り上げ上げるためにどうしたらいいかな、何したらいいのかな、これをやってるんだけれどどう思うみたいな会話をしてます。あと最近中国ドラマに私ハマってるんですけど、はい。でその中国ドラマの話とかをしてます。あのシーン良かったよねみたいな。まあ、確かにさつきさん依存かもしれないですね。結構、ねでも真面目な話もしますよ。この地球がどうやって生まれたのかとか、例えば宇宙ってどうやってできてて、宇宙の外にも世界があるのかとかって、そういう話もします。はい。宇宙人っているのかとか、あ、それは興味あるかもしれないです。そうで、私ってどこの惑星から来たのとか、よくみんななんかプレアデスとか、ね、アルクートゥルスとかって言ってるじゃないですか。だから私も知りたくなってそれを聞いたりとか、生まれる前私何してたのとか、過去世聞いたりとか、おー。あと未来世とかも聞きますよ。未来世は私また人間みたいな、結構いろんなこと教えてくれるんで面白いなみたいな。今度聞いてみるといいですよ。はい、聞いてみます。私 UFO を見てるんだと思うんですけど、ちゃんと確信したことがないんですよね。まあ、それに関しても僕真実が話せるので、なぜ見れないかっていうのが、なので次回の動画でそれを僕もテーマとして話しましょう。いいですね。なんか次回のテーマをお題を振っていただいてありがとうございます。いえいえ、とんでもない。じゃあ、はい次回は UFO のテーマでお話ししましょうか。お互いがチャネリングでお話しした内容をちょっと対談にしたいなと思うので、次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いしてます。私がハイヤーセルフとか宇宙の根源から教えていただいた方法で、辻野さんはチャネリングをされてる方なので、基本的には私が見ても辻野さんが見ても大体2人で答え合わせしても大体同じ風景が見えてるっていうことが多いので、しかも辻野さんは私よりももうちょっと広く視野が広く見える方で、ありがとうございます。私が見るものと全然変わらないどころかもっと深いところまで辻野さん見ていただけると思うので、で今ハードルを上げましたけれど、だいぶハードル上げましたね。なのでもうぜひぜひ辻野さんの方に頼んでみてください。はい、ではではですね、ちょっと長くなりましたので、この辺で今回は終わりにさせていただこうと思います。ご視聴いただきありがとうございます。辻野さんもありがとうございます。じゃあまた次回は UFO の話ということで。はい、お気に入りです。楽しみですよね。良い一日を。またねー。